今回は昨年9月山形県の銀山温泉に行った時の旅行 Vlog をお届けします。銀山温泉は山形県の東部、宮城県との境目あたりにある小さな集落です。冬の雪景色が有名ですが、今回は避暑として訪れました。東京からのアクセスは山形新幹線で約3時間。まずは JR 大石田駅へ。ここからバスや旅館の送迎車で約30分、景色を楽しみながら移動します。ここが銀山温泉。10分ほど歩けば一周できてしまうほどの小さな温泉街ですが、大正時代にタイムスリップしたようなロマンチックな風景が広がります。それでは行ってみましょう。よりによってこんな大切な日にカメラの調子が悪く、バッテリーの消費が激しいので撮影はかなり控えめにすることにしました。大好きなポッドキャスト、失敗から学ぶゲート5下のニュースとを聞いて気分転換します。もう山形県に入っていて、目の前に田園風景が広がっています。見た目から夏草の匂いを感じませんか？東京ではなかなか出会えないのどかな風景にほっこりしました。駅の出口で送迎バスの運転手さんが札を持って待っていてくれました。温泉街って感じですね。しばらく走ったところで運転手さんの観光案内が始まりました。金沢市のトップラ湖と言います。このトップラ湖は人工的に農業用水を利用するために掘られたため池と言われております。このため池を掘るときに作られた曲がございます。その長さ踊りの発祥地でございます。今現在トップラ湖はキャンプ場やヨットの教習、あとグランドゴルフ、温泉など幅広くご利用いただいております。あと左側奥の方に変わった形の山が出てまいりました。こちらの奥の2つある山を、名称二つ森と言います。この二つ森なんですけども、左側が男山で右側が女山と言われており、この山の見る角度によってはラクダのコブの形に似ていると言われており、ラクダ山などの森が出てきました。それではこちらからあと15分くらいかかります。銀山温泉、夜のバス灯が灯るととても綺麗ですので、何度でも見に行ってみてください。この綺麗なお花畑は蕎麦の花だそうです。山形って蕎麦の産地だったんですね。銀山温泉に到着。この風景を夢見ていました。川の両側に立ち並ぶレトロな旅館が大正ロマンの世界観そのものです。夜にはこのガス灯に明かりが灯ってさらに幻想的ということで、今から楽しみです。本日宿泊する本館戸籍屋。内装はリノベーションされたばかりで新しいのですが、外観は本当に大正ロマンって感じでたまりません。ちなみに向かいの能登屋は千と千尋の神隠しの湯屋のモデルと言われていたり、銀山温泉全体としては鬼滅の刃の刀鍛冶の里のモデルと言われているみたいです。本館戸籍屋のロビー兼食堂はこんなに素敵な空間です。大正時代といえば和洋折衷スタイル。テーブルの脇にいろりもありますね。チェックインはテーブル席でウェルカムドリンクのスパークリングワインをいただきながら、温泉は館内にある2種類に加え、すぐ近くにある銀山荘の温泉にも無料で入ることができるそうです。
白金というカフェがあるんですけれども、本日こちらでのお料理、お飲み物、食べ物もほとんど無料でご利用いただけます。この後の3時半からと明日チェックアウト後の11時からで何回でもご利用いただけるんですけれども、白金は他のお宿のお客様もいらっしゃるので、必ずお名前彫ってありますこちらのカードキーを入店時にお見せください。ドリンクコーナーの飲み物は宿泊中飲み放題です。コーヒーやお茶類はもちろん、ジュースやお酒も対象になっています。日本酒、ワイン、ビール、先ほど飲んだスパークリングワインもこの中にあります。2階に上がってみましょう。階段はリノベーション前の木材を活用しているということで、踏み込むとミシミシと音が鳴って歴史を感じることができます。2階3階には温泉街を眺められるサンルームのようなスペースがあります。ロッキングチェアに揺られながら景色を楽しんだり、ドリンクコーナーの飲み物やカフェでテイクアウトした料理を持ち込んでもいいそうです。本当に窓は開けると特になんですけど、せせらぎが街並みは言わずもがな。川のせせらぎや蚊取り線香の匂いまでもが古き良き日本の夏へと私を誘うようです。ちなみに3階から螺旋階段を見下ろすとこんな感じで大正時代を感じられるので、部屋が2階でも一度は上がってみるのがおすすめです。いざお部屋へ。記念にもらえる木材のカードキーで開場します。今回宿泊したのは2階の川川大正モダン客室。じゃーん。本当にタイムスリップしたみたいで素敵すぎる。このベッドフレームやテーブルセットの曲線が西洋的なのに対して、部屋という単位で一歩引いてみた時には直線的な和の要素が立ってくるところがめちゃくちゃ気に入りました。見上げると天井にも障子のような装飾が入っています。そして気になるのがこのなんていうんですか、縁側ですかね。ちょっと和洋折衷の縁側みたいなところがあって、ドリンクとか配布されてるやつをここに持ち込んで夜飲んだりとかするとすごい良さそうな空間です。景色はこんな感じ。先ほどのサンルームからの眺めの方が構造上突き出ている分、遮るものなく温泉街を眺められそうです。あとこれがさっきホテルの方にご案内いただいてすごい驚いたんですけど、本当にこのレトロな感じの電話機でフロントに電話をご用の際はお願いしますっていう風に言われました。もう本当に、耳に当てる方がこっちで、こっちが口を当てるというか、こっちに向かって話すみたいですね。そしてなんとこの電話機自体は最近作られたものというところまでがびっくりした話の内容です。メインのお部屋を出るとすぐ脇に洗面台、ハンドソープ兼洗顔料、メイク落とし、ドライヤー、ペーパータオルなどが揃っています。トイレもウォシュレット付きですごく綺麗です。玄関前にあるクローゼットにはアメニティや浴衣などが入った持ち手付きのカゴが用意されています。アメニティはこんな感じ。カミソリ、歯ブラシ、ヘアブラシ、コットンセット、化粧水周りは DHC ですね。クレンジング、洗顔料、化粧水、乳液、クリームや美容液はないので持参しましょう。旅タイプの靴下、浴衣散策時に便利そうな巾着、お風呂用のフェイスタオルとビニール袋、浴衣と帯、
もう少し大人っぽい柄だとよかったな。これ以外にも設備は Wi-Fi ネット対応のテレビ、湯沸かしポット、冷蔵庫などが揃っていて、情緒と快適さが両方あって素敵な宿でした。遅めのランチと散策に出かけます。このシーズンの平日のお昼時は人がかなり少なめです。まずはランチを求めて集落の一番奥、滝の近くまでやってきました。湯煙食堂白金。本館戸籍や宿泊者向けのメニュー。ここでの食事は宿泊費に含まれています。ランチメニューは終わっている時間帯だったので、一品メニューをオーダーしてみます。カフェ利用が多いのか、デザートメニューがかなり充実してますね。ドリンクは山形の果物を使ったメニューがたくさんありました。生ビールと山形フルーツサイダーで乾杯です。凍った果物がこんなにゴロゴロ。味は懐かしい夏のサイダーって感じ。玉こんにゃくって初めて食べたんですけど、美味しくてびっくりしました。山形だしはきゅうり、なす、大葉、みょうがなどを細かく刻んで醤油、だしなどで和えたもの。冷ややっことの相性が抜群なのはもちろんですが、ご飯が進む感じの味で真夏にも食欲が出そうなので、家でぜひ再現したいなと思いました。サイゼリヤの若鶏のディアボラ風にかかっているソースにどこか通ずるものがあります。この2品は期待を決して裏切らないタイプのやつ。居酒屋メニューって感じで、すごくビールに合いそうな濃い味付けです。夕食を美味しくいただくためにもランチはあまり欲張らずここまでにしておきました。これで追加料金なしは信じられないありがたさ。白金を出て散策します。この辺はもうせせらぎというより滝の音がしますね。白金の滝のすぐそばまでやってきました。銀山温泉のトップシーズンは冬ですが、雪が積もるとここは立ち入り禁止になるということで、滝を気持ちよく楽しめるのもこの時期ならではです。さらに近くに寄るとド迫力、全身で雄大な自然を感じました。温泉街の入り口のすぐそばにある足湯スポットに戻ってきました。暑い。湯加減はかなり厚め。でも一度使ってしまえば意外とゆっくり使っていられます。世界的に金山温泉の知名度が上がって、近年はオーバーツーリズムで入場制限なんかもあるようですが、夏の時期で平日だったらかなり空いているし、夏草の匂いや緑の鮮やかさ、清涼感、それから夏独特の哀愁もあると思うんですよね。
なので個人的には銀山温泉は冬だけじゃなくて夏もいいよってことが伝わればいいなと思います。足湯を出て名物の湖底を鑑賞します。銀山温泉の宿はよく見ると壁面に絵が飾られています。職人がコテで漆喰を塗って描くものらしいんですが、意外と新しめな感じの表現ですよね。こちらの宿では月ごとに季節のモチーフが描かれているみたいです。ちなみに本館古関屋の湖底は海と小さな島や建物が描かれていそうですね。荷物を置きに部屋に戻ってきたんですけど、夜の部屋の雰囲気もめちゃくちゃ素敵です。そして本館古関屋はロールカーテンがついていて、着替える時なんかも安心です。銀山温泉は向かいの宿の人と目が合うくらいの距離感とレトロさが残っているので、これは結構助かるポイントだなって思いました。さて、これから夕飯をいただきに野川邸に向かうんですが、街の風景が日没とともに最高潮を迎えていました。憧れていた幻想的な風景の中に今まさに自分が立っているんだって思うと感慨深いです。歩いている人も浴衣姿の人が増えて、めちゃくちゃレトロな温泉街っていう雰囲気で、これはね本当にいいです。語彙をなくすくらいの良さです。夜景に見とれながらも野川邸にやってきました。結構しっかりとしたコース料理をいただく予定です。前菜の前に山形産のラ・フランスジュースをいただきます。めちゃくちゃラ・フランスを感じました。果肉を感じるわけではないんですけど、とにかく濃厚で美味しいジュースって感じですね。一品目はそばのみなめこと若鮎エスカベッシュ。2品とも長距離移動で疲れた体にはありがたい優しい酸味が効いています。金目鯛のトウモロコシ蒸し、エビと夏野菜、トウモロコシと魚を合わせてこんな風に食べたのは初めて。とてもクリーミーで香ばしい感じでした。桜エビのジュレとクスクスのガトー仕立て、鴨肉の生ハムと地産アスパラガス、粒マスタードのたまり醤油で。銀山温泉の夕食と聞くと和食をイメージしますが、結構フランス料理のような感じでいろいろな食感や味を楽しめるコース内容になっています。山形産黒毛和牛の赤ワイン煮込みココット盛り、
パンとともに。安定安心のビーフシチューのような感じ。この手の料理を食べる時の一口目って毎回大きい感動があるような気がします。パンをつけて食べるのもたまりません。山形産黒毛和牛のローストビーフと菜園野菜、玉ねぎと赤ワインの和風ソースとザクザク香味ソース。メインのローストビーフも食感が面白いソースが2種類あって、すでに結構お腹は満たされているはずなのにペロリといけちゃいます。お肉に合わせてワインも白から赤に変えました。なんとアルコールも含めて飲み放題がコースについているんです。ブランド米つや姫と一番だし、マグロのなめろうと郷土料理、お好みの食べ方で。メインの後のご飯なので、ご飯は小盛りにしてもらいました。出していただいた時に本当にめちゃくちゃ小盛りだなって思ったんですけど、食べ始めてからこのくらいにしておいてよかったって思いました。ついつい欲張っちゃうけど、満腹すぎると美味しさが半減しちゃいますからね。つや姫の美味しい食べ方探し実験みたいな感じで探求心がくすぐられます。今回はこれまで馴染みがなかったなめろうがすごく美味しかったので、またお店で見つけたらオーダーしてみようって思いました。野川亭特製盛り合わせデザート。デザートが出てくると各テーブルからわーとかかわいいという声が聞こえてきました。このシルエットはハイカラ産だそうです。粉砂糖も雪をイメージさせる銀山温泉にぴったりの素敵な演出です。しかもこのデザートプレート、何種類もケーキやプリンが乗っていて、どれも単品で勝負できるくらい美味しいんですよ。最後の最後までいろんなものを少しずついただける贅沢なコースでした。夕食後、銀山荘の温泉に入ってきて、しばらく夜風に当たろうということで散策しています。向かいの能登屋、夜になると一段と千と千尋の神隠しの世界観に近づくような気がします。散歩がてら白金でおつまみをテイクアウトしてきました。消灯前に部屋の窓際のスペースから温泉街を見下ろしながらの晩酌。飲み物もおつまみも追加料金なしはありがたいです。でも残念ながらこのスペース、夏の夜に明かりをつけると虫がめちゃくちゃ入ってくるので、ちょっと風情には欠けてしまうんですが、明かりをつける前に窓を閉めてエアコンが効いた状態にしておくことをお勧めします。それにしても銀山荘の温泉が最高すぎました。銀山荘は戸籍屋の姉妹館なのでオプション的に入らせてもらえるだけなんですけども、館内のお風呂よりも立派で露天風呂もあるので、天候さえ良ければメインのお風呂として使っても良さそうだなと思いました。特に露天で景色を見ながら立って入る立ち湯がおすすめです。初日はこれで終了。この後館内のお風呂にも入って就寝しました。お
おはようございます。朝食はロビーでいただきます。来た時に気になっていたいろりでは、この後食べる芋煮を作ってくれているそうです。和服姿のスタッフさんたちがゆったり上品な雰囲気なのにテキパキ準備してくれる姿になんだか心地よさを感じながらしばらくぼーっとしてしまいました。こんな風に何もしなくていい時間も旅行の醍醐味かもしれませんね。こちらほうれん草、他にしいたけのマリネ、千枚にさつまいものレモン煮、こちらさくらんぼを立ててそこかさくらんぼ通りのデアンゾリでございます。紫揚げと人参の旗手にお漬物です。山形牛とかけのこのそぼろ煮、こちらひけ豆とゆで豆のトマト煮でございます。おかずの重箱だけでもすごいのに、いろりの鍋からよそった芋煮や焼き魚もあってめちゃくちゃ豪華です。早速芋煮からいただきます。私が知っている宮城の芋煮と違ってすき焼きのような見た目で、味もなんだかすごく上品な雰囲気でした。9種類のおかずも一つ一つが丁寧で優しい味です。普段地場のものをこんなにいろいろ朝食のおかずとして食べられることがまずないので、すごく贅沢ですよね。しかも松花堂弁当形式で小皿に少しずつ盛られて出てくるのも日本の古き良き旅館ならではっていう感じがして素敵です。すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。朝館内のお風呂が男女入れ替わるということで食後に入ってきました。お風呂上がりはサイダーで乾杯。館内には小さめの大浴場が2種類あって、どちらも昭和レトロというよりは芸術的な印象の内風呂でした。宿泊者も少なめだったので、昨晩も今朝も貸し切り状態でめちゃくちゃ快適でした。今日はこの後チェックアウトしてランチを食べたら割とすぐバスで出発してしまいます。名残惜しいですが、もう少しだけこのノスタルジックな世界を楽しみます。チェックアウト後も引き続き温泉街インクルーシブは有効ということで、荷物は宿で預かってもらいつつお土産探しとランチをします。何やら混んできたぞと思ったら、少し立ち寄るだけのバスツアーがあるっぽいですね。温泉卵を製造しているところを発見。実は初めて見たかもです。お土産屋さんは定休日だったり、空いているお店もツアー客で混んでいて映像は撮れませんでしたが、今日この後会う予定の親戚向けに名物のスイカまんじゅうなどを購入しました。この辺りはスイカの産地でもあるんですね。なんだか食べてばかりですが、長距離の移動に備えて腹ごしらえが必要です。冷ややっこ山形だしのせ。今回の旅の MVP は意外とこの山形だしかもしれません。昨日食べて美味しかったのでまた頼んじゃいました。最後にデザートを平らげて銀山温泉を後にしました。いやー、旅行って大概食べてばっかりですよね。
帰りの無料バスは姉妹間の銀山荘からの出発でした。白金から歩くとそこそこ時間がかかるので少しヒヤヒヤしてしまいましたが、意外と余裕で間に合ってほっと一息。1泊2日、大正ロマンあふれる小さな温泉街への旅行はここで終了。心地よい疲れとお昼ご飯の後の眠気に包まれながら駅まで快適に送っていただきました。今回の旅を振り返ります。まず銀山温泉に行く人たちが絶対一番気になっているであろう街並み、景色についてです。私ははじめインスタグラムで銀山温泉を見つけて、こんな素敵な場所があるんだと思って行くことにしました。見つけた時はやっぱり雪の時期のトップシーズンのリールなんかを見たと思うのですが、極端に寒い時期、暑い時期の旅行がとても苦手なので、今回は9月という夏の終わりの時期に行ってきました。実際行ってみた感想としては、街並み自体が本当に素敵で大正時代の世界観に浸れるし、雪はなくてもしっかり楽しめます。むしろ景観を楽しむ上では混んでいないことだったり、快適に出歩けるっていうことが結構重要だなと思ったので、雪はない方がいいくらいかもしれません。夏は昼間も緑が綺麗で素敵なので、景色が最高な時間帯が長いという意味でも、私は夏の避暑として行くことを推していきたいですね。それか紅葉の時期なんかもすごく哀愁が漂って良さそうだなと思いました。そして宿選びについて気になる方も多いんじゃないかと思います。今回宿泊した本館戸籍屋は大正3年創業ですが、2022年にリニューアルしたばかりなので、中は綺麗で快適です。銀山温泉の中では高価格帯ですが、1泊2食付きで1人36,300円でした。多分隈研吾さんデザインの富士屋よりは随分安いと思います。それにアルコールを含むドリンクや白金での食事代がオールインクルーシブ。他にも銀山荘のお風呂や送迎バスも無料なので、高くついたなっていう感覚は全くなくて、満足度が高いです。特に私は汚いところに泊まるのがすごく苦手なので、本当にここにしてよかったです。強いて言うなら館内のお風呂が露天だったらよかったなくらいで、不満な点は全くなかったです。ちなみに銀山荘の東館もリニューアルしたばかりで、部屋風呂があって、しかも露天の部屋もあるみたいなんで、温泉街からは少し離れたところにはなっちゃうんですけど、お風呂にこだわりたい人だったら検討してもいいかもしれませんね。ということで、大正ロマンあふれる温泉街銀山温泉の旅行 Vlog はこれにておしまいです。最後までご覧いただきありがとうございました。